こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。ということで、今回からですね、ちょっと醤油のお話をしていこうかなと思っております。醤油ってどんなものなのかとかですね、あとは醤油が人間の体にもたらしてくれるいろいろな効果とか、調理に使う際の、調理効果で、いったところとか、最終的にですね、どういうお醤油を選んでいくといいのか、どういうお醤油を買ったらいいのか、そういったところまで詳しくお話ししていければなと思います。はい、ということで、まず最初はですね、その醤油に使われている原料についてですね、詳しく解説したいんですけれども、そもそも醤油って原料何からできているのかっていうことをですね、もしかしたらご存知ない方も多いかと思います。そもそもですね、本当に興味がない方、発酵食とかそういったことに興味がない方っていうのは、もしかしたら醤油が発酵食品だということ自体もあまり知らないっていう方もいるかもしれません。ちょっとそういう方のためにですね、まずは醤油の原料が何かっていうことを、お話ししたいと思うんですけども、醤油の原料はですね、シンプル、非常にシンプルで、たった3つの原料でできています。1つ目が大豆ですね、大豆。そして2つ目が小麦です。小麦と大豆、そしてそこに塩が入ります。で、あとは水ももちろん入れていくんですけども、非常にですね、このシンプルな3つの材料からできているのが醤油というものなんですね。醤油ってすごくいろんな味がしますし、いろんな香りがする、本当にたくさんの香りが含まれている、もう複雑な味がする、調味料なんですけれども、原料に関しては至ってシンプル、この3つだけということなんですね。なので、すごく不思議な調味料と言ってもいいかと思います。で、作り方としては、大豆はまず蒸します。で、小麦の方は炒るということをします。で、蒸した大豆と炒った麦をですね、混ぜ合わせて、でそこに種麹って、麹菌ですね、その発酵に関わってくる麹菌というものを、お味噌とかいろいろの発酵食品に、日本酒とかですねに麹菌って使われているんですけれども、醤油に関してはまたちょっと醤油用っていう麹菌がありまして、その麹菌を使ってこの蒸した大豆と炒った麦にその麹菌をつけていくということを行います。で、その麹菌をつけて出来上がったのが醤油麹というものですね。醤油を作る元になるものですね。大豆と麦と合わせたものに麹菌が加わっているものが醤油麹というものです。で、これですね、醤油麹って今ですね、何年か前から流行りだした塩麹っていうのがあると思うんですけど、その塩麹とのアレンジバージョンみたいな感じで醤油麹っていう商品が売られていることがあると思うんですけども、その醤油麹っていうものとこの醤油麹は全く別物なので、そこだけですね勘違いしないようにしていただきたいなと思います。塩麹のアレンジバージョンの醤油麹っていうのは、ただ単に、米麹に醤油を入れて置いといたものみたいな感じですよね。それとは全く別です。これは本当に醤油の元となるもの、醤油作りの、最初の段階の麹っていうのがこの醤油麹なんですね。はい、そしてこの醤油麹を作りましたら、それを元に仕込みを行う、水と混ぜていって仕込みを行っていきまして、で、その仕込んだもろみがですね、約1年間熟成されまして、ものによって違うんですけども、熟成期間っていうのは変わってくるんですけども、だいたい濃い口醤油ですと1年ぐらい熟成させるのが一般的です。で、熟成させて最終的に出来上がるのが醤油ということになるわけなんですね。な
ので、厳密に言えば大豆と小麦と塩以外に麹菌っていうのも加わってくるわけなんですね。はい。ということで、ざっくりと言うと、醤油の作り方こんな感じになっております。で、それぞれのですね原料に関しての、今のこの現状っていうのをちょっとお話ししていこうと思うんですけども、まずですね大豆ですね。大豆はですねこの大豆が出来上がった醤油にどういう、作用を及ぼすかっていうと、大豆って主成分がタンパク質なので、うまみ成分がいっぱいあるわけなんですね。うまみ成分であるこのアミノ酸が、タンパク質にはたくさん含まれていて、というかアミノ酸イコールタンパク質なんですけども、そういったアミノ酸がたくさん含まれている大豆、からうまみ成分がいっぱい出てくると。でかつですね大豆に含まれている油分油分がありますので、それがですねその醤油の味に豊かな、コクとか、重厚感をもたらしてくれたりとか、そういった作用が、あります。で、現在ですね現代の日本の大豆自給率っていうのがですね、非常に低いわけなんですね。2015年の時点でだいたい 7% ぐらいというふうなデータがありました。非常に低いですよね。なので大半が輸入に頼っているということがあるわけなんですね。もう国産の大豆っていうのはごくごくわずかということです。で、やっぱりですねこの輸入大豆というのは特にアメリカとかカナダとかそういったところから輸入してくるわけなんですけれども、そういった大豆は遺伝子組み換えの大豆である可能性が非常に高いわけなんですね。で、その大豆自体が遺伝子組み換えのものを使っていたとしても、実際この醤油という商品になった場合、この遺伝子組み換えの大豆をもともと使ってますよっていう表示義務がなかったりとかするので、そこがちょっとですね注意が必要ですね。やっぱりこの遺伝子組み換えの作物っていうのは人体にいろいろな悪い影響があるというふうに言われていますので、なるべく避けていきたいかなというところがあるかと思います。で、もう一つですね大豆は、大半が脱脂加工大豆という大豆を使われています。一般的に売っているお醤油の 90% ぐらいがこの脱脂加工大豆を使っているということになっております。で、脱脂加工大豆じゃなかったらじゃあ何っていうと、丸大豆というものですね。よく国産丸大豆使用のお醤油って書いてあるものとか、目にすることがあると思うんですけれども、丸大豆と脱脂加工大豆の違いって何かっていうと、丸大豆はそのままですよね。丸のままの大豆を使っている。でそれが普通じゃないのって思うかもしれないんですけれども、脱脂加工大豆っていうのはですねその丸のままの大豆を潰して、粉々にしてあるみたいなものですね。そういった違いがあります。でその潰して粉々にしてある脱脂加工大豆の方がコストが元々の原料のコストが安かったりとか、あとは製造過程での、製造がしやすい製造コストが低いっていう意味で、こちらの脱脂加工大豆を使っているお醤油の方が、圧倒的に多いわけなんですね。こちらの丸大豆を使用した、お醤油の方が生産量としてはものすごく少ないです。でなぜその製造過程でのコストが低くなるかっていうとですね、この脱脂加工大豆っていうのを使用しますと、これ脱脂って書いてある通りです。通りですね。油分が抜いてある大豆なわけなんですよ。もともと大豆には油分が 20% くらい含まれているんですけども、それをもう抜いちゃってる状態なので、仕込んでいくここでですね、仕込みをしていって熟成させる際に油分が浮いてくるっていうことが、ほとんどないわけなんですね。そうするとその油分を取り除く手間っていうのが省けるので、生産コストが低くなってくるということが、一つあります。
で、あとはですね、その脱脂加工大豆を使った方が、その麹がこう分解していく、大豆の中の成分をですね、分解していく速度が速い、分解効率が速いというのもあります。なので、要は早くお醤油を作れるということになるわけなんですね。で、さらにですね、やっぱりこの脱脂加工大豆になりますと、もう潰しちゃってるので、もともとの大豆の形状とかが、ほとんど見えない状態になっているので、言ったらちょっと劣悪な品質の大豆を使っていても大して問題ないということで、原料自体が安いということもあります。なので、全体的にですね、コストを抑えていくためにこっちの脱脂加工大豆が使われることがほとんどだということになります。で、この丸大豆を使った場合はやはりこの油分を取り除く作業が出てくるので、少し手間がかかるっていうのも、あるんですけれども、やっぱりですね、これどちらの味が美味しいのかとか、どちらが香りがいいのかっていうのをですね、比べていくと、やっぱりこっちの丸大豆を使ったお醤油の方が香りが豊かで美味しいということが言えるわけなんですね。味の問題なので好みの問題もあると思うんですけども、こっちの味の方が結構、なんていうんですかね、キレがあってあっさりした感じの味になって、こっちはもう香り高くて重厚な感じになるというようなイメージですね。なんでどっちが悪いっていうことではないんですけども、一つ問題点を挙げるとすると、こっちの脱脂加工大豆を使った方はですね、油を絞るときにちょっと問題があるんですね。油の絞り方に関してはですね、ちょっと別の動画で油についてっていうシリーズをやっていますので、そこでいろんな油の話をしてるんですけども、主にそういった豆類から絞ったり、植物から種子類ですね、種子類から絞る油の絞り方についてのお話詳しくしてますので、そこをちょっとですね詳しく、知りたいっていう方はその油のシリーズを見ていただくとよくわかると思います。で、油をですねやっぱり絞るときに絞り方が大きく2つありまして、1つ目が圧搾して潰して圧をかけてギューッと絞っていくっていう方法で、もう一つが、薬剤を化学的な溶剤ですね、溶かす薬剤っていうのを使って、絞っていくというか、溶かし出していくっていう溶剤抽出法というやり方があるんですけども、この脱脂加工大豆はですね、その溶剤抽出法っていうのを使って油を抜いているわけなんですね。そうすると、問題になってくるのが、その過程で油を絞る過程で使われるヘキサンというですね、ちょっと人体にかなり害があると言われている薬剤があります。でそれを使っていて、で、使った後もちろん取り除く作業はしているんですけれども、やはり残留している可能性も高いということが言えるわけなんです。なので、この脱脂加工大豆っていうのを使ったお醤油には、もしかしたらですね、そのヘキサンが少なからず残留している可能性は、ないとは言えないというところがありますので、やっぱりですねその点を考えると、なるべくこちらじゃなくてこの丸大豆っていうのを使っていくと、いいんじゃないかなというふうに思います。これちょっと話それるんですけども、大豆ミートってありますよね。お肉とかが食べられない方のために、お肉の代替品として大豆を使ったちょっとお肉っぽいやつを作っちゃったみたいな大豆ミートっていうのあると思うんですけども、それもやっぱり原料この脱脂加工大豆なので、大豆ミート健康に良さそうだなって思うかもしれないんですけれども、ヘキサンの残留っていう観点で言えばちょっと疑問が残るところもありますよね。はい、ということで、大豆、ですねに、いろんな、現状があるというところになっています。
そして続いて小麦に行きます。小麦はですね、小麦が、いっていくわけなんですけども、最終的に醤油になった時にはですね、小麦の主成分というのはでんぷんですので、そのでんぷんが分解されてですね、この麹の力によって分解されて、ブドウ糖に変わりまして、お醤油に甘みがついたりとか、コクとか旨みとか、いろんなものがついていくというものになります。小麦なんでいるか、なんでですね、これ、いる前に砕くんですけども、小麦を細かく砕いていっていきます。で、それなんで細かく砕くかっていうとですね、その砕かれることによってこの麹の繁殖がしやすくなったりとか、あとはこの砕かれていった麦がですね、その大豆の表面を覆ってですね、水分を調整してくれたりとか、そういった役割もあるということになっております。で、その小麦なんですけども、やっぱり小麦も大半多くが輸入に頼っているという現状があります。国内の自給率っていうのは非常に低いわけなんですね。で、やはりですね、その小麦に関しても輸入されているものですと遺伝子組み換えの心配があったりとか、あとはポストハーベスト農薬ですね、これもちょっと、心配があります。ポストハーベストって何かというと、もう収穫、育てている段階で農薬を使うんじゃなくて、収穫した後に振りかけるみたいな農薬なんですね。で、これが結構強い農薬でして、日本ではあまり認可されていないというところもあるんですけども、アメリカとかだともうバンバンそれを振りかけちゃってるっていう現状がありますので、かなりですね、このポストハーベスト農薬が輸入の小麦は良くないんだっていう話がよく言われていますよね。なんでこのあたりも注意が必要ですね。なので大豆にしても小麦にしてもですね、やはり、より良い醤油を選びたいと思った場合には、国産の丸大豆 100% のもので、小麦も国産 100% のものっていうのを選んでいくといいんじゃないかなと思います。よくですね、国産小麦使用とか国産大豆使用っていうふうにラベルに書いてあるものってあるんですけども、ただ単に国産使用って書いてあるだけではどの程度の割合で使用されているのかっていうのがわからないんですよね。実際国産大豆使用って書いてあっても、実際に使用している割合は 10% ぐらいで、残りの 90% は輸入大豆を使っているって場合もすごくたくさんあるので、やっぱりその 100% 国産っていうのを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。ということですね。小麦も、そんな感じの現状となっております。そして、最後塩ですね。塩はですね、この、仕込みの段階で混ぜていくわけなんですけども、発酵の段階でですね、雑菌の繁殖を防いでくれるという役割も ありますし、この醤油麹のこの酵素だけが働くように、うまく調整してくれる、発酵の調整をするという役割も持っています。もちろんですね、塩味をつけるという役割もあります。で、お塩はですね、これもスーパーとかで売られている一般的なお醤油の大半が精製塩というお塩を使っています。かなり精製度合いが高い、ナトリウム純度が高いお塩ですね、そういったものを使っています。なぜかというとですね、もちろんそういったお塩の方が、コストが安い、原料の、原価が安いっていうこともありますし、このお醤油を作るにあたっての必要なナトリウム量っていうのは計算しやすいということも、ありますね。なので工業生産している、大量生産しているお醤油なんかは大半がこの精製塩っていうのを使っています。で、もうこの精製塩っていうもの自体があまりよろしくないということもありますので、お醤油を選ぶにあたってやっぱり大豆と小麦だけじゃなくて使用している塩っていうのもちょっと視野に入れていきたいなというところがありますね。やっぱりこだわっている、もうこういう原材料とかからもすごくこだわっている
蔵元、お醤油を作っている蔵元ですね。蔵元っていうのはもちろん、お塩にもこだわりますので、自然塩、天然塩と言われているものを使っているところが多いですね。こういったこだわりの塩を使っているかどうかというのもですね、良いお醤油、美味しいお醤油を選ぶポイント、一つのポイントになると思いますので、そこもですね見ていくといいかなというふうに思います。はい、ということでですね、今回はこのお醤油の作られ方、原料は何が入っているのかということと、それぞれの原料に関しての、現在の現状ですね、そういったことをお話ししてきました。次回はですね、お醤油の製造方法とか、その製造方法に関しての分類とか、そういったことを詳しくお話ししていこうかなと思います。ということで今回は以上となります。ここまで見ていただいて、気に入っていただけた方はですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。